こんにちはベンです。今回はドライブじゃなくて ND ロードスターへのカメラとマイクのこの高さの視点を作る設置方法の解説だ。車系 YouTuber 必見なので最低3回は見ること。まずは全体像を確認していこう。シートの後ろから自撮り棒を出している状態。この状態でマイクと充電ケーブルも挿入可能。使用カメラはインスタ 360X4。インスタ360の超長い自撮り棒を使用。同時に録音する場合はマイクアダプターを購入してね。充電ケーブルは必要な長さを準備。あとはモップホルダー。以上がカメラの設置に必要なアイテムだ。必要なアイテムは概要欄を確認してね。どのように設置しているのか確認していこう。モップホルダーの設置は2箇所。ここと、ここ。貼り付ける際は必ず下から設置すること。また自撮り棒のグリップは太いので、一つ細いところで設置が必須。問題点としては高身長の人は対応が難しい。シートを一番後ろまで下げられないためだ。175センチぐらいまでの人なら大丈夫なはず。今度は設置する様子を確認していこう。まずカメラは外しておき、少し伸ばしておく。シートを倒して、必ず下から設置。硬いのでしっかり奥まで入れる。下が固定されたら上も固定していく。ロールバーの間から自撮り棒を伸ばしていこう。道路交通法では高さは 3.8 メートルまでなので、車高が高い車で設置する際は注意が必要だ。今度はマイクの設置についてだ。マイクをボディに近づけはダサい、けどいい音を取りたい。そんなわがままを解決しよう。まずは必要なアイテムだ。ダイソーのイヤホン延長コード。マイクは雨の日も撮影するならあまり高くないものを。ダイソーのスマホ三脚スタンド。早速トランクの化けの皮を剥がしていこう。左右に2つキャップがあるので1つを剥がして、車外に延長コードを出していく。反対側は運転席後ろへ。コードを運転席に出すときは針金を使ってね。マイクの設置箇所はリアバンパーの後ろ。このバンパーがついてるフレームの穴を使う。マイクの土台と三脚をフレームの穴にかませて固定する。完成図はこんな感じ。ネジのサイズが合えば三脚スタンドでなくてもよし。かなり狭いのでマフラーが冷えてから作業してね。あとは編集する際に音声のイコライザで 1K のところの数値を最低値にするとタイヤノイズが減るのでやってみてね。以上が ND ロードスターのカメラとマイク設置でした。ロードスターの場合設計が似ているので他の世代にも応用ができるはずなのでやってみてね。カメラはかなり風に煽られるので伸ばすのは2メートルぐらいがおすすめ。それ以上は思わぬ事故になるかも。またこの方法はフォローを開ける前提。雨の日の撮影は現在試行錯誤中。フォローを閉めた時の設定が決まればまた動画作ろうかな。なのでチャンネル登録、高評価して他の動画を見ながら待っててね。